この先に僕がもうおる方がありますけど。シコンフルーティ今楽器政宗がものすごく人気やし、ポン酢持っていってやっとって。おいしい。めっちゃごま油効いてて。マジ？あ、マジでごま油めっちゃごま油効いてて美味しい。出汁が。うまいね。いやめっちゃ美味しいマジで。するところを見てもらうアマダイとかも撮ってるんですよ。今日だけやけどね、これは。これ余ったの。で、4.3。ありがとうございます。ありがとうございます。天然の方が安いですもんね。すっぽん冬は冬眠しとるじゃないですか。あれ全部養殖で1キロ3000何ぼって決まってるんですよ。天然は大体この3分の1ぐらいで、半額ぐらいで買えるから。いや違う。これは本当のアラ。これがアラって魚。美味しいよ。北九州のいうアラはあれは綺麗でしょ。これが本当のアラ。からもうお客さんが入らないぐらいで。初めてさ、ある魚です。これはちょっと刺身にして、なんかスズキの仲間とか言ったけど、でもハタの仲間ってハタとスズキはまた違うのよな。何本か姿焼きにして、白身やから何でもできるみたいな。内臓出して普通におろして、これは皮引いて出そうかなと思って。で白身やから中骨が多分、でも最初あそこの社長はこれスケソウダラって言いましたよね。まあ、身はしっかりしてますね。バチバチして見た目はあんまり美味しそうな魚じゃないですけど。
やつか。鈴木とかとも違うし、きめ細かいから食べやすいっちゃ食べやすいですね。まあ、昨日来たお客さんが持ち込みしてみんなで飲んでくださいっていうのはこれもそうですし、これも送ってもらったやつですね。竹友みたいなのができて、こういろんなのを送ってくれるんですよね。それで日本酒が充実してくるっていうか、なんか煮付けにしかできないみたいな感じにのイメージだから、これはまあでも今触ったらしっかりしといて、半身刺身にして皮つけたまんま炙りで、でも物は新しいみたいだから。大体油が乗ってるから。刺身でしょう。まあまあ高いでしょ。高いですね。長崎の移転は物が比較的近くから来てるから新しいっていうこと。これで2食ぐらいは取れるから。14代の地元のお酒で旭高って言って、まあ、高木酒造さんというところが14代作ってるんですけど、これはお客さんが持ち込んでくれたんですけど、今山形行ってたまたまくれたから。ひろきとかも泉川とかいうのが地元酒であるんですよ。写楽さんが今はもう宮泉も全国展開してるけど、もともと宮泉が地元酒みたいな感じで、もうグリーンラベルってみんな言うんですけど、これはなかなか入らない、今日使うから天然やからですね。みたいに柔らかくはないですもんね。だから普通は何回か説明したけど、明日ぐらいのおろしたらいいなっていうでしょうけどね。福島結構いろいろありますよね。今楽器政宗がものすごく人気だし、あとこれが信州キレイといって長野の上田の酒で蔵元限定なんで、これ蔵元に行ったら買えるんですよ。あの人初めて今日進めてきたから。あ、本当ですか。あの担当者。なんで出すよ。これでここ取って皮取って、こういう感じで切ったら赤身中トロの部分が食べれるみたいな感じで、刺身のステーキ版みたいな。はい、低7低4。一番いいんじゃないかなと思って。結構母体も大きいみたいだから。お腹の商品は120分で2500円で飲み放題。
自分が言うのはいっぱい入れるといろんな種類ができないんで、半分ずつぐらい入れて飲んだらいいですよって言って、でももう途中何を飲んだかわからなくなって、まあ、大体みんな写真撮ってるけど、もう途中からもうなんか楽しくなりすぎて、なんかどれがどれかわからないようになって、まあでも2時間もあれば十分いっぱい飲めますからね。ちょっと暖かくなると香りがこう出てきたりしてまた違った味わいになるんで、もう好きなだけ入れとってくださいって言って。これに変わってくる。ポン酢持っていってやっとって。何が美味しいですか？どこがいい？おいしい。この先にどこがもうそうか、こう握っとうから、これこう向きには来ないんで、ここ向きにしかならないから、頭握っとけば。まあどの魚も大体おろし方はで、はいここでお湯かけとって。このヒレが OK。これは大名おろしですね。この子たちはちょっと刺身盛りをあえてもらっとうから、ちょっと刺身を前に盛りますけど。まあまあサイズありますね。そうですね。ちょうどいいぐらいのサイズですね。マンダが一番きついですよ。ニコンフルーツ。うまい。
作りがしっかりしてくるから。新潟だったら10分蒸らしてもらったら出来上がり。はい、お願いします。反対します。もしもし。甘い。これ入ってた方が右足がいいで、まあまあ味付け砂糖入れるけど、これは金目鯛は砂糖入れるともったいないんで、醤油と酒と水がついて。この欄がお酒の欄で、これもコースみたいになってて、順番に出てくるんだ。めっちゃいいね。順番って持ってきたりするんで、それでどんどん増えていきます。面白い。
第2日曜日の昼の12時から。めっちゃ美味しそう。これからすぐお持ちします。いや下手くそやろ絶対。これ大事よ。めっちゃごま油効いてて。マジ？あ、マジでごま油めっちゃごま油効いてて美味しい。ズワイガニの足があ、そっじゃ天ぷらはすごい。ごめんなさい、ポートレート使わない。わさびがすべて。お任せします。おいしい。パパ食べよう。本当にタクシーが人がなってきてさ。キロ普通の人が食べるのは多分
カモナスとか水ナスとかも時期になったら出るんですよ。で、えらい細いけど、一応不良ネギだから多分香りがいいかな。ご飯のでもあ、ありがとうございます。じゃあこれで脱力した。肉のところですね。足はちょっと、まあ、鶏ももと一緒で繊維が食べたら多分鶏刺しみたいな感じだと思う。自分の3つ目なんですよ。じゃあもう火通してます。あ、あ、すみま1980なんこら見たこら朝から炊いたから。大きいボウルに真水入れて、その中でこいつは1週間ぐらい入れてた。そしたら泥どんどん入っていくんで、内臓の中とかも綺麗になるから、臭みはないですよ。これもほらカメラ目線ですよね。わ、面白いですよ。なんかしてくださいよ。手中なんすか？絶対美味しいやん、だしが美味しかったので。どうですか。だしが。うまいねいや、めっちゃ美味しい、マジで。マジでめっちゃうまい。いや、本当美味しかった。食用語で言ったら大きいサイズになります。濃いの実が最初この辺りもこう太ってるとか太いのがだんだんこう円錐に近くなる。で、ベルが豊富だから、いい声が出てるな。コクっていうのは濃いのコクを楽しんでいただく汁物なんです。キャベツ引かれてるね。
恋に恋して創業100年ですだいたいキロ数で言ったら 2トン500キロで、匹数で言ったら2000匹ぐらい入ってます。今日は40箇所ぐらい出荷します。500匹から600匹ぐらいで700キロから800キロぐらいのキロ数になってます。うちは鹿児島の指宿にも養殖場があるんですけども、そこで孵化からだいたい手のひらぐらいの大きさまで、大きくして、そこから浮き橋にある流水式養殖っていう6箇所の池を使って山水の流れを使ってですね養殖して出荷できる大きさ、食べれる大きさにしてそこから本社に持ってきて出荷するっていう流れになってます。やっぱり生き物なので死なせないようにすることと、できるだけ早く美味しい鯉にするっていうのが難しいですかね。餌をあげるんですけども、その時の寄り具合によって鯉が全然寄ってないのに餌をあげてしまうと、その分ロスが生まれたりするし、いっぱい寄ってるのに、少ない餌の量だったらやっぱりその分身の大きくなるのも遅いので、その辺はやっぱり養殖の管理してる人がいるんですけども、その人が見て餌の量を増やしたり減らしたりっていうのをしてます。だいたい1年半から2年で1キロから1キロ超え、2年ぐらいかけてこの大きさになってます。大きければ大きいほどいいですけども、そのお客様がやっぱり大きい鯉がいいとか小さい鯉がいいとか、そういった要望があるので、その要望の大きさに、合わせていくっていう感じですかね。大体これが 2.5 キロぐらいある鯉で、食用鯉で言ったら大きいサイズになります。大体食べれる鯉は黒い色をしてます。ため池っていう流れがない池で育った鯉は丸みを幅がある鯉になることが多いですね。で、流水式って言って山の流れを使ったところで養殖した鯉はちょっと細長い幅がない鯉になってます。これなんかメスでだんだん産卵が近づいてきて、結構卵もしっかりしたやつが出てますね。ポイントはこんな感じで、きれいな全部のお水を口に入れて、なおかつこの地域で初めて地下水で水をするような形で、どうしても大雨とか降ると濁るじゃないですか。そういった時にはすぐ地下水に切り替えて、少しでもきれいなお水でこういういい環境を作る。広松さんから仕入れた鯉を約8回以上我々カラスっていうんですけど、餌とかもいっぱい与えずにお水だけで放流しておくと。広松さんのいい餌を使っていただいてるんで、なるべく臭みのない鯉をお届けいただいてるんですけど、鯉の身が最初この辺りもこう太ってるとか太いのがだんだんこう円錐に近くなると、さらしが効いてくると少しずつ身が締まっていって、我々がこうポッと握った時に硬いんですね。言ったらこの手触りっていうのが一つ我々も
気にするところで、同じ生けすでもまださらしが効いてないなと思った時には生けすに戻して、もうしばらく放流させるっていうようなところがありますね。鯉の食文化っていうのは清水独特、よそにないんですよ、こんな鯉料理屋さんが。僕は農学士なんですよ。で、農学士の称号を持ってるけん、農学というのは、本質は食にある。食べること、そういうのをして、せっかく生まれ育った清水の食文化、この鯉っていう、よそにはない、あれがあったんです。少しでも貢献できればなぁと思って。鯉の口の中の方に口腔歯っていうのがあって、これで何でも硬いやつでもガリガリ食べるそうなんですよ。最初から味噌を入れてですね、で一旦アクを取ってなるほど。そんなざく切りにした玉ねぎを入れていってで、玉ねぎからも甘みが出ますので、この状態からちょっとこまめにアクを取りながら30分から40分以上はしっかりと煮込んでいくと。でそれで鯉の旨味とか玉ねぎから出る甘みとかそういったものがぐーっとスープに出てくる。鯉コクっていうのは鯉のコクを楽しんでいただく汁物なんです。刺身したら普通大根のつまよね、鯉の洗いっていうのは刺身と違って嘘1ミリぐらい大きいでしょうが、それをパーって並べるときぺちゃーってなって立体感がないんですよ。食べたらと下についてるときこう洗いからこうできる立体感を出してます。はい、これです。いや、もうほとんどの方はご予約で無理になります。11時半から12時に3名様です。使用祭日はですね、もうお昼ランチタイムなんかはもうほとんど予約で埋まってしまってありがたい限りです。お部屋の数がうちが少ないんでですね、どうしてもちょっともう予約ですぐ埋まっちゃうとそういう申し訳ない。父はですね、父が先代なんで、初代なんで、こっち43年目になりました。清水のお店さん、他のお店さんっていうのは、100年、150年続いていらっしゃるお店ばっかりの老舗なんで、うちが一番ペーペーの若造のお店です。
が、3人から4人間前の大盛りのつな盛りで、私が大体、お二人から3人前ぐらい。それから、お一人様を増えてきてるんで、これが、まあ、お一人さん用の冬窓白子っていうのは、夏場はぺしゃんこになってるのが、冬場はだんだんふっくらしてきて甘みが出てくるんですね。大体白子っていうのはどこのお店さんもホイップに入れてるんですよ。でもちろんホイップに入れても美味しいんですけど、せっかくの冬場のふっくらした白子は白子だけのお料理をうちは提供してるんで、この辺りちょっとしっかりと磨いていって下ごしらえをした後に白子の差しでお召し上がりいただくと、常連のお客様には白子の争奪戦みたいな感じでの箸に使うポン酢ベースの汁ですね。やっぱり夏と冬で鯉はガラッと変わるんで、やっぱり冬は冬ならではのお味っていうのはやっぱり楽しんでいただきたいなっていうのがあるんでですね。清水には水が3つあるんですよ。風流系統の白坂川というその水と滝の水と天山山系の清川っていう水が3本あって、清川一番左のこの水が濃いのが一番いいっていう水質警察がしたわけやなかろうけど、水の先々代なんだが清川の水がいけすには一番横が合いっていうそういう話をされたんです。で水が豊富だからドーンって入った水が流下してバーッと出てくるとか、そういうのがこのいい声が出てるの。だから板前の包丁さばき以前の問題。パリッとなったような感じ、これやったらまだ柔らかい感じですよね。
俺が毎日はこれがこんな感じで親父はずっと30年間、まあ、これ30年以上当てていくとこんな感じにもこれを親父が数年前に小木市のいろんな食材美味しい食材とかを東京の、まあ、そういう料亭をお借りして振る舞うっていうイベントがあったんですよ。その時にそこの料亭の板前さんがうちの親父の栃木餅を見て「はあお父さんこれしびれる形ですね」みたいな感じで言っていただいたみたいで。はい今日刺身美味しい。初めて洗いのしも初めて食べた。洗いとは違って。洗いと違ってまたね、コリコリしてる。コリコリして。じゃあ、ゆきさん行きます。いいじゃん。小ネギ取ってくる？あ、お願いします。あ、はい、了解です。
このままちょっとしばらく。はい、これも行きます。これならを食べたり、キャベツと巻いて食べたり、キャベツだけを食べるのに酢味噌がよくあるんですよ。またね、食べてしまったらキャベツだけ別にくださいっていうお客さんもたまにいらっしゃいます。じゃあ昼間行きます。お疲れ様です。すみません。失礼します。お刺身が、普通お刺身ないですもん。あ、今の冬場の時期だけですね。2月は三鯉祭りやってるんで、その時期だけこう、せっかく油が乗ってるんで。美味しかったです。はい、美味しそうです。私百姓育ちやし百姓やけん、昔から泥臭いとかおっしゃるけど結構きれいにさらしてるからおばあちゃんがなんかね、元気がないとこれ食べたらいいとか言う。本当ね、だから、料理する料理した時こう頭落とすでしょ。今でいう肝臓かな、あれキュッと飲みました、今でこそいっぱい栄養があるけど昔はなかったから、もうやっぱいいタンパク源ですよ、小さい時からも。はい、目の前の時間、はい、
まずこの清水っていう地方には、名水百選にも選ばれた清水の滝っていうのが上にあるんですね。でその滝の上の方に清水観音っていう観音堂があるんです。今からすることもう150年以上前の話なんですけれども、まだこういう料理がこの地域に定着する前っていうのはすごく貧しい地域だったんですよ。ですがその清水観音堂の方にお参りする方っていうのは参拝客がかなりいらっしゃって、でその時期に今の小料理屋さんで一番老舗になるところのお店さんが参拝客用に旅籠を建てになったんですよ。そしたらその旅籠を建てた時に、何かちょっとおもてなしできるようなお料理がないかなっていうことで観音堂のご住職にご相談をされたんですね。そしたらそのご住職のお父様かおじい様かが長野県にお勉強に行かれて、でそこで鯉料理をお出しになられたと。それがすごく美味しかったっていうのが印象にあられて、その長野とこの清水っていうのは水がきれいで環境も似てたので、鯉料理をやってみたらどうっていうことで教えていただいて、それを始めたところですね、非常に好評で臭みもなくて、このお水のおかげで鯉がすごく美味しいということでバーッと広がっていって、これが約150年ぐらい前ですね。それから旅籠形式でもお辞めになられて、清水鯉料理屋さんが最盛期は20軒以上あったんですが、食文化の多様化とか後継者不足とかのいろんな問題で今は8軒程度にはなってしまってるんですけども、やっぱり今でも長野の方も時々お見えになってですね、長野で食べた鯉も美味しかったけど、いや全然こっちの荻の鯉も美味しいとか、あるいは福岡の大川とか久留米にも鯉を食べられる食文化がある地域があるんですが、この方たちがやっぱりしつけ役になられて、自分たちが食べてる鯉よりももう荻の方がよっぽど美味しいと、これは負けたみたいな感じでですね、それで口コミでダーッと広がっていって、今に至るような感じですね。美味しいやろ。美味しいね。お帰りになってからまたどうぞみたいな。
いや、元気な姿を見せてくださるだけで。まんじゅう用心詰めていや、大丈夫。大丈夫。どうも。ありがとうございました。どうもどうもすいません。どうもありがとうございます。また来ます。今度電話して別のところ何回か行ってたんですけど、主人が連れてってくる時もすごく美味しかったから、今あれが初めてだったから俺は喜んで、これキャベツ引かれてるからシャキシャキかな、すごくなんかね、他の姉も感動して時々キャベツと。冬場脂が乗ってますね。寒鯉をお刺身でどうぞ。鯉の洗いでございます。ここ熱いですね。お気をつけください。こちら寒ブナのお刺身でございます。寒ブナはお寿司とかに使う甘酢か刺身醤油でお召し上がりください。お好みで柚子胡椒を添えられてください。それからこれはうちのメニューに載せてない裏メニューですけど、お得意さんや常連の方に時々リクエストいただいてお出している白子の揚げ出しでございます。こちら鮎の塩焼きでございます。他のお店さんも4代5代6代と続いてるお店さんばっかりなんですが、うちは父が初代ですね。で私もどこか板前修行に行ったりとかそういうことをしてなくても全然畑違いの仕事をしてたので、私父がもう全て包丁の仕事っていうのは父から教わったようなところがあって、私からすると父はもう父親ですけど父親である以上に親方というか師匠というかで、また自分が普段やってることを映すような鏡みたいな存在だし、あとやっぱり一番負けたくないライバルっていうとちょっと大げさなんですけれども、やっぱり父に100点満点をつけてもらえるようなこういう料理をお出しできるようにまだまだ修行の途中かなっていう印象はありますね。
ちびちびのまあかわいそう一緒に寝てる夜の方の話を下処理していただきます。
こんな感じでずっと切ってってでもうあとは水でさらしておきます。最初は若者の声でお待たせいたしました。
なんですか。全部4巻。あら。焼きは何十6巻落ち。はい。失礼いたしました。白子になります。はい、どうぞ。干し柿とチーズですので、はい、お食べください。このままいいです。今年が心配です。もうはい、もらいましょう。ありがとうございます。すいません、皆さん。空港で帰れる。もうあげとくのに。あれは帰れない。
ぱいなくなるあれですね。ありがとう。全部ごまさば持ってないから。ごまさばとお刺身で。唐揚げになります。お願いいたします。こちらもお下げしておきますね。はい、どうぞ。はい、どうぞ。話はこっち下ですか。あ、下ですね。はい、もらいました。あ、もういい。はい。はい、取ります。あと1個ね。お茶で焼ける。もうお父さんだけ美味しいもの食べてる。ああ、卵巣やったね。卵巣です。量が多いけん2人で1個にしようけん。これがあっちが一生のに。はい、高校祝いと、メリアとひなの誕生日お祝いです。はい、おめでとう。はい、おめでとう。おめでとう。おめでとう。ここにはこうし。このフグ1枚を。いただきます。おネギと絡めたらおネギ。ネギと美味しい。失礼します。取られちゃったよね。あのカンカンもさ、みたいな。そうそうそう。食べれる人。いや、めっちゃ味いい。毒？みんな食べて。美味しい。玄関でいいです。あらら、もうこれで全部。今着てるのはこれで全部です。
わからんそうね。いいんですかそれ。一台分。はい。何台かずつ。手間かかる。お願いします。帰ってこへんから。慌てて飲んだる。やってるよね。やってみようかな。こういう人はちょっとうちらの時なんで。清潔系女子が全部ワイでダッシュして、なんだっけ、自分でも小さくして。何だっけ。おどおど感がすごい出るよね。そんなことないよって言ってくれたはず。本当だってね、いや。邪魔くさくなったらダメよ。かわいそう。ビクトリア。月大会ね。一緒になりたい。
あ、小学校の時